長い休みがあればですね、基本的にはボンと伸びるっていうのは法則になってますね。ほとんど決まってるのが、第一志望落ちちゃって第二志望行きました、そのままその行き先がなければですね、高校中退になっちゃうんですよね。マックのアルバイトすらできないっていうことになるじゃないですか。引きこもってるっていう場合が多いです。仮に高校中退になったとしても、いくらでも方法はありますから。杉谷さん、今回これゴールデンウィーク明けの配信になるんですけど、なんか記事でゴールデンウィーク明けにすごく不登校の子供が増えるっていうのを読んだんですけど、これなんでなんですか？長い休みがあればですね、基本的にはボンと伸びるっていうのは、これはもうずっと法則になってますね。特にゴールデンウィーク明けっていうのはですね、中学校1年生高校1年生っていうのは新しい環境に変わってですね、休みの間に冷静に考えるんですね。やっぱりゴールデンウィーク明け行きたくないな、そんなので主に中1と高1がボンと増えます。危険度とかって違ったりするんですか？危険度といったらもう高校1年生が高1クライシスと言われてますから、もう中1よりも高1の方が危険度は上です。なんでですか？中学生は義務教育なので不登校のまんまでも学校を去らなくてもいいんですよね。ところが高校は1ヶ月以上、例えば30日以上ですね、不登校のまんまだとですね、厳しめな学校だとクビになる可能性はあります。これ公立でもですか？公立でもです。退学になっちゃうってことですか？そうです。首都圏では留年制度っていうのはあんまりないんですよ。留年してもどうせ辞めちゃうんじゃないかなっていうので、学校がですね、辞めた方がいいんじゃないの、環境変えた方がいいんじゃないのっていうことで自主退学に持っていくケースが非常に多いです。じゃあ1ヶ月休んだらもうすぐに自主退学を促されちゃうってことですか？厳しいとこだとそうなります。全然時間ないですね。だから今もう行ってなかったら6月には。そうです。これどんな理由が多いんですか？でもゴールデンウィーク明けでほとんど決まってるのが、第一志望落ちちゃって第二志望行きました、それで行きたくないんでどうしましょうっていうのが多いんですよ。ですからこれって第一志望の受かんなかったのが理由かなとは思ってますけどね。それ結構多そうじゃないですか？多いと思いますよ。なんか親として第二志望でも正直頑張ってほしいっていう気持ちがあるかなと思うんですけど、どんなアドバイスしたらいいんですか？第二志望に受かってもですね、ちゃんときちんとそこの中でやればですね、第一志望よりちょっと若干学力が低い学校ですから、当然その中で活躍するポテンシャルがその子にはあると思うんですね。そこで頑張ればですね、いい大学にもしかしたら第一志望の子より行ける可能性だってあるわけですよ。ですからそういうことをですね、証拠っていうか、こういうのもあるじゃない、データでこうやって示してですね、ちょっとやる気を出してもらうしかないんじゃないかなっていう気がしますけどね。なるほど。これ自主退学になるとどうなるんですか？そのままその行き先がなければですね、高校中退になっちゃうんですよね。中卒になると、例えばマックでもアルバイトできないですよ。そうなんですか？マックのアルバイトって冷静によく見ると高校生以上って書いてあるんですね。ですから例えば高校中退しちゃったら中卒になっちゃうわけですから、マックのアルバイトすらできないっていうことになるじゃないですか。なるほど。じゃあつまり中卒だと結構働くところが厳しいってことですか？そうですね。今人手不足って言ってもですね、やっぱりどこのですねハローワーク行ってもですね、高校卒業の求人倍率、求人数とですね中卒の求人数全然違うわけですよね。ですからそういう部分で言うと、もう中卒イコールですね、就職する選択肢っていうのが狭まれてしまうっていうのは事実だと思います。それ学校辞めるときに先生は自主退学流すとき言ってくれないんですか？それを言う先生っていうのはほとんどいないですね。もう大体常套句なのが、これ別に高校は義務教育じゃないからねで、それで終わりです。義務教育じゃないけど出たらその働くとこがないっていうのが現状ってことですか？つまりは高校卒業資格っていうのはですね、社会保障の一つのチケットというか切符なんですよね、この日本国ではですね。そういう思いっていうことを考えた方がいいですよね。じゃあどうしたらいいんですか？もし自主退学になってしまったら。高校1年のこの時期に辞めたいっていうのは、自分が思い描いていた学校とですね全然違っていた、もしくはもともと本当に学校行きたくなかったとか、そういうことだと思うんですね。でそういう子たちにはですね、僕は昔からですね、一応高校転学したらどうなのっていう提案はしますけどね。転学っていうのはそんな簡単にできるものなんですか？それがですね、普通ですね、全日制の学校っていうのは日本国中で
公立高校で転校制度があるっていうのはですね、東京都と大阪だけなんですよ。ですからそれ以外のところっていうのはそんなにこの高校転校するっていうのはですね、簡単ではないです。それは私立公立ともにですか？そうですね、私立と公立ともにです。東京と大阪だけ。はい。結構その東京と大阪だったらじゃあ簡単に転学みたいなのできるってことなんですか？一定のテストを受けて受かんなければ受け入れてくれないんですよ。このテストっていうのは全部の大阪と東京の高校がやってるんですか？ほとんど全日制高校だとやってると思います。どんなテストなんですか？国語と数学と英語の3教科とプラス面接でやってますね。時期とかも決まってたりするんですか？時期は一応学期ごとに決まってるんですよ。学期だから今回例えばゴールデンウィーク明けで高校中退になりそうだって言ったらチャンスがあるとすれば、8月に行われる第2学期天平入学試験っていうのをですね受けて、受かればですけど同じ学年でですねスライドしてその都立高校に行ける、あるいは大阪の府立高校に行けるっていう制度はあります。テストは各校によって違うんですか？各校によって違います。時効作成なんですね。時効で。はい。それ対策とかってできるもんなんですか？私たち JADA でもともと創業した認定 NPO 法人構想支援会っていうのは僕が創業したものなんですけど、それは専門でやってましたから、東京都内の都立高校の過去問は持ってるんですね。だからどんな問題が出てるかっていうのは大体このぐらいのところはこういう問題が出るっていうのが分かるので、それは対策は取れると思うんですけど、普通に何も準備をしなければですね、ただ単にその試験を受けて受かんなかったらはいどこも行くとこないよっていうことにはなると思います。これ何回も受けるのはありなんですか？2回は受けられると思うんですね。日付がちょっと違うので微妙に、だから2回は受けられるんですけど、めちゃくちゃ大変ですね。だからそれ対策もすぐJADAに言った方がいいってことですね。そうですね、私のところに来れば要するに構想支援会というところにですね紹介しますから、そこで試験を受けてもらって、でどのぐらいの成績だったらこのぐらいの高校に受かるよとか、面接対策っていうのは希望であれば受験対策もそうですし面接対策もやっております。これ大体何人ぐらい受かれるもんなんですか？もう本当にごくわずかですね。東京都は最近その見学試験のですね合格発表っていうのをやるようになったんですけど、大体合格率は 30% ぐらいです。うわ結構狭きもんなんです。倍率っていう概念がないんですよ。例えば日比谷高校だったら日比谷高校の学力に見合った子なのかどうかっていうことをペーパー試験でチェックされて、さらにですね面接でですね学校に入ったらいい影響を受けるのかどうかっていうのをですねチェックして、それで合否を出すんですよ。逆に普通の入試より難しそうじゃないですか？いや難しいですよ。だって参考書もないし対策もない。対策やってるとしたらJADAみたいなところしかない。もう全くやりようがないんですよ。でもそれでもちゃんと学力が追いついていたら入れる可能性はあるっていうふうに信じて大丈夫ですか？もちろんです。対策さえちゃんときちんと取れてれば受かる可能性っていうのは十分あると。東京と大阪だけが受け入れてるってことなんですけど、地方はじゃあそういうの制度やってないんですか？地方は要するにどっかからその地方に家族全員で引っ越せば受け入れることはありますよ。例えば青森になった場合にみんなでじゃあもう不登校になってしまったから青森からじゃあ山形に行くって言ったら山形の学校は受け入れてくれる可能性がある。家族全員で引っ越せばね。でも仕事あるからそれは厳しいですよ。そうです。東京と大阪は家族が来なくても本人だけとかでも行けるんですか？東京都内で転校したいと思えば別に住民票を移す必要がないです。大阪も本人の意思でその試験は受けられます。つまりその住んでいるところからそのまま行けるんだけど、地方の場合は転居しないと、住民票を変えるってことをしないとチャンスがないっていう、東京と大阪以外の人でもちろん仕事の理由があって引っ越せない人もいるじゃないですか。家族はもうそれがほとんどですよね、普通に考えたら。そういう場合ってどうしたらいいですか？通信制高校かコース認定でその高校卒業のキャリアを継続するしかないと思います。それもできなかった場合ってどういう風になっちゃうんですか？ほとんどうちに来てる相談者には、フリーターを経てですね基本的に引きこもってるっていう場合が多いです。つまりどこにも就職もできないからってことですか？そうです。引きこもりには引きこもりの法則ってあるんですよ。法則ですか？はい。人は居場所がなければ引きこもるっていう法則があります。
つまり社会に居場所がないから。そうです。社会に活躍の場所がなければ別に学歴だけじゃないですよね。例えば定年退職したそこらのおっちゃんとかおばちゃんもですね、基本的には活躍の場がなければゴミ屋敷になって引きこもってるっていううちは聞くと思うんですけど、杉浦さんとしてはどうしたらいいっていうアドバイスあったりしますか？高校中退っていうのがもし仮に未然に防げるようだったら私たちのJADAに相談してもらいたいんですけど、仮に高校中退になったとしてもいくらでも方法はありますから、通信制高校であればいつでも入学時期とか転入学時期っていうのは受け入れてくれる学校多いですから、そういうところに案内したりとかして、最終的には僕が思っているのは子どもがちゃんと自立してちゃんと社会に出るような形になればいいと思うんですね。高1でもう不登校になっちゃった、中退しちゃう、やばいってどうしようって言ったらもう未然にですね、もし相談いただけるんであればそういったようなもう方法をですね、相談の上でですねお伝えすることができると思います。なってしまった場合はそういうふうにして、じゃあ例えば今ゴールデンウィーク明けて子供が、学校行かないっていうふうになってる場合ってその時はどうしたらいいですか？次の転校先を考えるとか、もしくはもう一踏ん張りして本当にやれそうなのかっていうのをお子さんにケツを引っ叩くのも必要かなと思いますけど。ゴールデンウィーク明けはですね、毎年中学校1年生高校1年生と相談が多くなります。そこで注意しなきゃいけないのは高校1年生の保護者様ですね。中学生と違ってですね、義務教育ではないので、学校自体がですね別に義務教育じゃないんだから来なかったら来ないでいいよっていうような、大人の対応というか事務的な対応というか、そういう対応を取られる学校が多いです。なのでここは要注意です。あと全国的なことでいうと、東京と大阪はですねまだですね8月第2学期のですね、天変入学試験というのがありますから、もし仮にですよ転校した方がいいと思われるんであれば、もう今からですね受験対策をしてですね8月に向けてハンドルを切るっていうのも一つの方法ではあります。ただしハンドルを切る前にですね、前提としては第二志望でもですね輝けるんじゃないかっていうことはですね、保護者さんがとくとくと本人に説明すべきじゃないのかなと思います。転学のことだとか中退したらどうしようとかっていう相談もですね JADA では受け付けてますし、また実際私どもの方ではフリースクールでそういう受験対策、私の創業したところでしっかりやってますから、中退前の相談もそうですし、中退後の相談でもその後引きこもっちゃったとかでもいいので、場所関係ないですよ。東京だからとか大阪だからとか関係なくですね、どこでも構わないのでご相談を承りますので、もしこの動画がですねいいなと思われたらですね、いいね押していただければと思いますし、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上です。失礼します。